ないな。今度はね 14g のシルバー系にする、MT では、既存であるグリーンレインボーをちょっとノア G に塗ってみました。今ゴールド系入れてあんまよく何もなかったんで、とりあえずシルバーにするのに、シルバーで一番派手、なんでこれにしました。あんまりズルズルさせない、ボトムで。ルアーの頭をこういうふうに上げるようなイメージ。ただ引きずってるわけじゃない。ただ今はまだ活性がいい朝だからね、ちょっと浮かせ気味早めなんで 14g にして、沈下速度ちょっと遅くしてやって、早く上げてやって、なおかつラインの浮力が S スペックほどないから早く引いてこれるじゃん。でこれで次の段階だとすると、例えば 1.25 の S スペックにして、もう少し重たい、例えば2枚重ねとか 1.25 の PES スペックに 14g にして、浮力を生かしてルアーを落ちるのをもっと遅くする、魚に見せてあげるのに、っていうのが一応なんていうの、作戦というか僕のルーティン。場所によってだけど、なんつってんだよな、やっぱりその遠浅で岩が少ないようなところでこういう釣りは結構やった方が、その砂地じゃないけどちょっと小砂利とか、泥じゃないけど砂みたいな感じのところにやっぱりその回遊してきて、で岩場に追い込んで食うっていうのがなんとなくレイクの習性。カナダなんかだとやっぱりそういう結構岩礁帯じゃないけど、そういうところにやっぱり魚は追い込んで食ってる感じだったね。それも限界手前までやっちゃうから、ダメ。なるべく早く回収した方がいいね。どうしても手前がやりたいんだったらちょい投げで PE の太さを太くして、でルアーを軽くすれば手前のそのブレイクところ絡みをできる。なんで僕山川とか行く時はベイトタックル持ってって PE の2号にして、リーダー20ポンドにして 13g とか投げる。そうすると沈下速度がすっごい遅くなるから、もう本当にこういうふうにラインが入ってってくれて、もう早く上げてゆっくり落ちるからすごい効果的。6713とか 7715g とかそういうのを使ってます。山側ね行ったら遠投するとこなんかあんなないから、で山側行く時は例えばスピニングにしても 1.55 ぐらい。やっぱり投げたコース、自分の立つ位置もそうだし、投げたコースによって岩があったり、例えば倒木があったりして根がかりやすいところっていうの何回か投げれば分かるから、そういうところから極力投げないように、この辺に投げてさっきなんかゴツッとなったなと思ったら、そこから例えばね20センチ30センチ内右側にずらしてやるとか。ただ固流が効いてる時はやっぱり流されたりするんで、その固流が効いてるのもちゃんと頭の中に入れて計算して、どういうふうにルアーを上げてくるか。この朝のいい時間にどこも釣れてないね、相変わらず。やってしまった。
そんなでもないけど、誘ったらちゃんと持ってったからさ。でも針だからしないから大丈夫かな。うん、うん、俺はね、なんかそこら辺うろちょろうろちょろ、そのいなくなったベイトを探し回ってる、そんな感じ。ブラウンだね。あ、結構いいブラウンです。最初に一回かけ損ねて、でもう一回同じだから、さっき質問が来た同じラインを通して同じバンクに入れて、ちょうど平らなところ、バンク平らってなるところの平らなところからバンクに入ったところで当たりがもう出ちゃったんですね。だからもうぐる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 多分回遊してたんだろうね。ルアーはね、ノア G の 14g、ノア G の 14g で、ラインが、マックスパワーの1号で、リーダーが14ポンド 3.5 号フロロにしました。ちょっと速いテンポでやるのと 14g なんで浮きすぎないようにS スペックじゃなくてマックスパワーの方でやりました。ちょっと細いね。あんまり食ってないんだろうな。でもね、尾びれもこんな綺麗で。バイバイ。これね、14g の焼き栗にする。光を出したくないっていうことで、表裏色が入ってるやつにします。19g、7719。ちょっと吉登りパターンがあんまり良くないので、沖にワカサギがいるかもしれない。移動距離を抑えながら波動を出してやるって感じ。カラーいくつぐらいを使い回してるんですか？基本3、4色。
あ、場所はい。バンクの中間ぐらいだと思うんだ。さっき見たくまず同じラインを今入れたけど何も反応ないからちょっとだけ今ずらした。最初にねさっきの一回当たりがもうあったの。グッて持ってくような感じだったんでクイッて巻いたらもうグングングンって持ってったから合わせたんだけどちょっとダメだったね。とにかくここのその湖の釣りに関して止水の釣りに関しては絶対に俺の中ではね着水地点とラインの一直線化、これに限る。ラインメンディングでもだから止水で釣れないんだよって人はまず最初にラインメンディング。おかしくなる。こういう状態でこのまま落としていってフリップをかけます。こういう状態になっちゃう。これがダメな状態。じゃあ次はいい状態。いい状態っていうのはラインとロッドを一直線にする。要は着水地点とロッドを自分の位置をまっすぐにしてやるってことは少しサミングかけてやって巻きながらラインをちゃんとまっすぐに落としてやる。でこれで落としてやることによって横にラインがずれなくて水切り量も極力少なくなる。横にずれるとこういう動きになっちゃうけど縦だったらこの動きだけで済むからより魚に警戒心を与えずに済みます。あ、違う。違うんだよ。動いてるんだよ。外れた。ライン、あのね、今ラインを多分引っ掛けたと思うんですよ。で、僕のは回収できます。なんでかっていうと引っ掛かってるラインよりか太いライン、もちろん強いラインを使ってるから戻ってくる。細いラインを使って遠くに投げるってことはまあ気持ちはいいかもしれない。だけどこのスプーンの釣りをしていることに関してボトムを釣るとか、ね、例えばスライド系スプーンを使うとかメタルジグを投げるとかっていうことに関しては浮力があってある程度太さがないと根がかった時にみんな切れちゃうんですよね。なんで、僕は極力太いラインを使うことによって沈下速度も遅くなるし魚にアピールすることも増えるので僕は太いラインを推奨します。8g2 枚重ね30年。年がバレちゃうよ。やっぱりね釣れるようになったのも魚が増えたっていう人もいるけどまあ確かにそれもあると思うけどやっぱり一番は道具の進化で昔釣れなかった魚が釣れるようになった。あとはSNS の情報とか雑誌とかで要は昔って僕来始めた頃ってどのポイントで釣れたどういう釣り方で釣れたとかやっぱり明かさないのがほとんどだったのね。だけどやっぱり雑誌に出るようになってなおかつ DVD が出たり SNS で情報が共有できたり YouTube でね見てくる人もやっぱ多くなってる。だから昔から比べれば敷居が低くなったっていうのは確かでなおかつ道具もある程度のものを持ってきてるから釣れるっていうのも確か。ただ狙って取るとかよく大物を求めてくるっていう人がいるんだけど
僕も大物釣りたいけど決して狙ってね釣れるもんじゃない。やっぱりある程度の経験を積んで、なおかつその年のその時期その場所のパターンっていうのを掴んでやれば取れないことはないっていうのが今の現実。昔はもう正直まぐれ20何年前にやっぱ80アップ取ったことあるけど、もうほぼほぼ偶然。今はだけどね、その80アップとかも取れる道具もやっぱいっぱいあるし、釣り方も確立されてるから、狙っては取れないと思うけど取れる確率は高くなったと思う。あとはそうだね、マナーの問題はやっぱりちょっと悪くなった。昔はローカルルール、ね、暗黙の了解でやっぱり最低でも30メートル開けるのがやっぱ来る人たちが、独自に立てたルールというか、自然的にそういうふうにみんな開けるように釣りをしてたけど、今は声をかければ入ってきていいっていう子たちがちょっと増えた。入るんであれば今でも最低でも、30メートルとは言わないけど20メートルぐらいはできれば知らない人だったら開けてもらいたいっていうか、そういうのがお互い喧嘩にならないだろうし、嫌なね、自然のこう綺麗なところに来てさ、気持ちいい釣りお互いしたいわけじゃん。だったら、そういうのを少し考えて入ってきてもらった方がいいと思う。でもし、ね、隣いいですかって言ってダメだって言われたらもうそこは諦める。実際今のが昔から比べれば釣り安い。なんでかってフライマンもルアーマンもみんな声をかけて、その入っていいですかとかどうですか釣果どうですかって聞く、その一言によってやっぱり情報が、その時の湖の情報が共有できるから何かしらのヒントになる。だったら積極的に声をかけて入れさせてもらうなり情報交換を求めるなりした方が僕はいいと思う。こんだけね自然の中でさみんないっぱい来て釣り楽しんでるんだから、一人だけね釣れるんじゃなくってみんなして釣ってもらった方がいいだろうし、楽しんでもらったらいいと思います。14にしよう。こういう時悩むんだよね、すごい。14にして深くラインを太くするか、14でちょっとラインを沈めるか、浮力を生かしてふわふわ浮かせてやるのか、14で小刻みに引っ張ってくるか。2枚重ねるから圧倒的に浮くわけじゃん。浮きをロッドの角度で浮力の高いラインでコントロールするか、浮力の少し劣るラインでロッドを立てて風を受けないようにコントロールするか、どっちか。離しちゃった。かけちゃえばよかったな。残念。まだいっかな。悔しい。もうなんでこんなんばっかりなんだよ。
あ、向こう釣れたみたい。しゃあ、長い時間聞いた。ゴンブト。ちょっと待ってね。ちょっと待ってね。よいしょ。はい。取れました。ボトムをデジ巻きしてて、で沖のバンクに入って、ちょっと浮かしたところで魚芯が来て、で持ってかないから少し止めて、で沈ましといて、ちょっとピクッて動かしてまたグッと持ってったんで、まあそれで合わせました。そうだね、うん、気持ちよかった。今のは取った感半端ない。これはありがとう。2日間お疲れ様でした。僕の大好きな中禅寺湖にね、2日間も釣りをさせてもらって本当ありがとうございます。レイクトラウト、アジア圏内にここしかいない魚なんですけど、本当僕大好きで通ってます。この動画を見て中禅寺湖にチャレンジしたい方が一人でも多くなるようになればいいなと思います。よろしくお願いします。お疲れ様でした。